解説。1991年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1991年ってどんな映画が公開されたか知ってる？お、いい質問だな。1991年は映画史に残る名作が日本で公開された年なんだぜ。アクションからサスペンス、ヒューマンドラマまで、今でも語り継がれる映画がたくさんあるのぜ。へえ、そんなに？どんな作品があったの？例えば、ターミネーター2、シュワちゃんの I'll be back はあまりにも有名だよな。それに、羊たちの沈黙なんかも1991年に公開されたんだぜ。あの名作たちが全部1991年なの。今でもよく名前を聞く映画ばっかりじゃん。そうだろ？この年は映画業界にとっても重要な節目だったんだ。映像技術の進化も大きかったし、特に CG の技術が進んで映画の表現が格段に広がったんだぜ。なるほど。それで今見てもすごい迫力なんだね。でも、具体的にどんな映画が公開されたのか、もっと知りたいな。任せとけ。今日は1991年日本公開映画ベスト10を紹介していくぜ。懐かしの名作から、意外と知られていない映画まで、一緒に振り返っていこう。第10位、シザーハンズ。第10位は、シザーハンズね。あの映画、確かジョニー・デップが主演してたよね？そうだぜ。ジョニー・デップが演じるエドワード・シザーハンズは、手がハサミになってる不思議なキャラクターだよな。映画のテーマは、人と違うことで孤独を感じることや、社会とのつながりの大切さなんだ。あのキャラクター、手がハサミでどうしても不器用に見えるんだけど、それがまた不思議な魅力を持ってるんだよね。そうだよな。エドワードは本当に優しい心を持ってるけど、手がハサミだから普通の生活ができない。だからこそ、周りの人々との関係がどんどん複雑になっていくんだ。なんだか切ないお話みたいだね。映画の舞台や映像の雰囲気もすごく独特だった気がするけど、その通り、監督はティム・バートン。彼の独特なビジュアルとダークファンタジー的な世界観が映画全体に漂っているんだ。シザーハンズの手や、彼が生きるお屋敷のシーンなど、幻想的なデザインが印象的だったよな。確かに、バートン監督らしい、ちょっと奇妙で夢のような世界だよね。でも、最終的にはどうなるの？映画のラストはちょっと悲しいけど、同時に美しいんだ。エドワードは自分の心と向き合い、愛を知るけれども、結局は孤独の中にいるというテーマが強く残るんだ。社会から外れることの苦しさと、それでも受け入れられる瞬間が描かれている。ああ、そうなんだ。なんだか深い話だね。でも、こういう映画って見てると考えさせられることが多いよね。その通り、シザーハンズはただのファンタジー映画じゃなくて、人間の心の葛藤を描いた作品なんだ。だから今でも多くの人に愛されているんだよ。なるほどね。ちょっと見たくなってきたな。第9位、ミザリー。第9位は、ミザリーだね。あれ、確かスティーブン・キングの小説が原作だったよね？その通り、スティーブン・キングの名作ホラー小説が原作だぜ。この映画は、単なるホラー映画じゃなくて、心理的な恐怖とサスペンスが絡み合っていて、見ている側を圧倒するんだ。どういう話なの？主人公は人気作家のポール・シェルダン。彼はある小説シリーズの大ファンを持つ作家なんだけど、交通事故にあって山中で意識を失ってしまうんだ。そこで彼を助けてくれたのが、実はその小説の一番のファン、アニー・ウィース。なるほど。最初は優しそうな人なのかな？最初はそうなんだ。でも、実はアニーはポールの小説の大ファンで、自分の好きな展開が描かれないことに激怒して、ポールを監禁し、無理やり彼にミザリーシリーズの続編を書かせるんだ。それってただのファンじゃないじゃん。怖すぎるよ。まさにその通り、アニーはポールに対する愛が歪んでいて、彼に絶対にこうしなければいけないという脅迫観念を押し付けるんだ。ポールは自分の命を守るために必死に脚本を作らなきゃいけなくなる。それってどんどん恐怖が増していくんだね。映画ってどんな雰囲気だったの？映画の雰囲気はずっと緊張感に満ちてるんだ。特にアニーの存在がポールにとっての恐怖そのものだから、彼の立場でその場面を見ていると、
息が詰まるような感じになるんだよ。うわ、怖い。でも、アニーってどうしてそこまでしちゃったんだろう？アニーの狂気の根源は、自分の好きな物語が現実に反映されなかったこと。自分の世界にポールが取り込まれて、彼を操りたいという欲望から来てるんだ。彼女はポールの命を握ってるけど、その愛情はとても歪んでいるんだよ。本当に怖いなぁ。でも、ポールはどうやってその状況から抜け出すの？ポールはアニーの恐怖に耐えながら、なんとか脱出の手立てを考える。彼は物理的には閉じ込められているけれど、知恵と精神力でアニーの支配から逃れようと必死になるんだ。それはすごい。でも、見ていてどんな気持ちになるんだろう？見ている側も圧倒されるんだよ。アニーの異常な愛情が怖すぎて、ポールがどうなるか本当に心配になる。映画のラストは、正義が勝つっていうのは分かっていても、それまでの過程が恐怖でいっぱいなんだ。ちょっと恐怖が強すぎるかも。でも、その恐怖がリアルでリアルに描かれているからこそ、今でも評価されてるんだね。まさにその通りだぜ。ミザリーは恐怖をただ描くだけじゃなく、心の奥底にある不安や絶望を描き出して、見る人に強烈な印象を与えるんだ。第8位、幕末純情伝。第8位は、幕末純情伝ね。これって、あの新選組の沖田総司が女性だったっていう、かなりユニークな設定の映画だよね。そうだぜ。この映画、1991年に公開された時、かなり話題になったんだ。監督は薬師寺光之で、塚公平の原作を元にした時代劇コメディなんだ。そうなんだ。新選組の沖田総司が女性って、すごい設定だね。どんなストーリーなの？簡単に言うと、幕末の時代、沖田総司が実は女性で、美しい剣の使い手という設定なんだ。映画は沖田をめぐって坂本龍馬と土方歳三の間で三角関係が繰り広げられるんだよ。龍馬と土方が沖田をめぐって恋のバトル？それ、めちゃくちゃ面白そうだね。まさにそう。龍馬は掃除に一目惚れしてしまって、土方は自分の思いを貫こうとするんだけど、その間で沖田はどうしても自分の立場を取らなきゃいけなくなるんだ。要は恋のドタバタ劇みたいな感じだぜ。なるほど。でも時代背景は幕末だから、恋愛の裏には政治的なドラマもあるんだよね。その通り、映画はただのラブコメじゃなくて、幕末の激動の時代も描かれているんだ。坂本龍馬や土方歳三だけでなく、倒幕を目指す桂小五郎や、西郷隆盛、大久保利通といった人物も登場するし、政治的な陰謀が絡んでくるんだよ。それはすごいね。歴史とロマンがうまく混じってるんだね。でも、沖田が女性って設定はどうだったの？実はそれが大きなポイントで、沖田総司役には牧瀬里穂が起用されているんだ。彼女が演じる沖田は美しいだけでなく、女性ならではの優しさと強さを兼ね備えていて、そのギャップが魅力的なんだ。牧瀬里穂さん、沖田をすごくうまく演じたんだろうね。でも、映画の結末はどうなったの？映画のラストはかなり衝撃的だぜ。龍馬との関係が深まる中で、宗司はある決断を下すんだ。結局、龍馬と宗司の間にある種の切ない別れが訪れて、ラストシーンでは本当に感動的な展開が待ってるんだ。それは悲しいけど、心に残りそうな結末だね。やっぱり、単なる恋愛映画じゃなくて、歴史と人間ドラマがしっかり交わっているんだね。その通りだぜ。この映画はただのコメディじゃなくて、恋愛と政治、友情が絡み合った深みのある物語なんだ。だから今でも愛される作品なんだよ。第7位、思い出ポロポロ。第7位は、思い出ポロポロですね。あれ、確かジブリの映画だったよね。その通り、ジブリの映画で、監督は高畑勲だぜ。この映画は、ジブリ作品の中でもちょっと異色で、非常に人間的な部分に焦点を当てているんだ。人間的な部分ってどういうこと？この映画は、主人公の妙子が自分の過去を回想する形で進んでいくんだ。彼女が子供時代に過ごした日々や、大人になってからの人生が交錯するんだけど、それがすごくリアルで、心に響くんだよ。回想する形なんだね。じゃあ、
過去のどんな思い出が描かれているの？例えば、太子が子供時代に過ごした農村での経験が中心になるんだ。そこで、太子がどういう風に成長してきたのか、また、周りの人たちとの関係を通して、彼女がどんな人間になったのかが描かれるんだよ。ああ、過去の出来事や経験が今の自分にどう影響を与えているのか、という感じなんだね。なんだか深いな。そうだな。映画の中では、農村での出来事だけじゃなくて、大人になった太子が東京で暮らすシーンもあるんだ。その対比がまた良いんだよ。東京と農村、都会と田舎の生活の違いが、彼女の心の変化を表しているんだ。それって、どちらの生活が好きだったんだろう？映画の中で、太子はどちらも大切にしているんだよ。都会の便利さや刺激もいいけど、農村でのゆったりとした時間や、人々の温かさも感じている。つまり、どちらも大切で、それが彼女の心に大きな影響を与えているんだ。なるほど。太子がどんな環境でも自分を見つめ直す姿が描かれているんだね。その通り。そして、この映画は絵がとても美しいんだ。高畑勲監督の独特の手法で、背景やキャラクターの動き、色合いすべてが温かくて、見る人を包み込むような感覚になるんだ。それって、まるで絵本のような感じなのかな？まさにそうだ。絵本のような温かさがあって、どこか懐かしく感じるんだよ。特に、農村の風景や日常のシーンが、見ているだけで心が落ち着くんだ。確かに、映像美も含めて、まさに思い出ポロポロっていうタイトルにぴったりな映画だね。そうだね。この映画は、日常の中にある小さな幸せを見つけることの大切さを教えてくれる作品なんだ。過去を振り返ることで今の自分に気づき、成長していく。その過程がとても感動的だぜ。第6位、バックドラフト。バックドラフトは1991年公開の映画で、消防士の過酷な職業を描いたアクション映画だぜ。監督はロン・ハワードで、主演にはカート・ラッセルやウィリアム・ボールドウィンが登場しているんだ。消防士が主役って珍しいね。どんな話だったの？この映画の主人公は、消防士であるビリー・カート・ラッセルとスティーブ・ウィリアム・ボールドウィン兄弟。ビリーはベテランの消防士で、スティーブはまだ若くて経験の浅い新米消防士なんだ。兄弟の消防士なんだ。じゃあ、二人の関係も重要なポイントだね。その通りだよ。映画の中で、二人の関係はかなり複雑なんだ。ビリーは仕事に対する覚悟が強い一方で、スティーブは消防士としての職業に対する考えが違っていて、最初はうまくいかないんだ。確かに、仕事に対する考え方の違いが、二人の対立を生んでしまうんだろうね。そうなんだ。でも、物語が進むにつれて、スティーブはどんどん消防士として成長していくんだよ。そして、二人は共に命がけの火災現場で戦うことになるんだ。それって、すごく熱い展開だね。消防士の仕事って命がけだから、リアルに感じられそう。まさにその通り。この映画では、火災現場で起こる恐ろしいシーンがすごくリアルに描かれていて、視覚的にも圧倒されるんだ。特に、バックドラフトという現象、火の中で気流の変化によって爆発的に火が広がるシーンが印象的だよ。あの火の爆発シーンがすごく有名だよね。実際にあんな爆発が起きるんだ。そうそう。そのシーンが映画の中で最も緊迫感を生んでいるんだ。実際に消防士たちはそのリスクと戦いながら命を守ろうとしているんだよ。すごい。消防士の仕事をちゃんと理解するために、映画の中でリアルな描写がされてるんだね。その通りだぜ。そして、単なるアクション映画ではなく、兄弟の絆や命の大切さ、人々を守ることへの使命感がテーマとしてしっかり描かれているんだ。なるほど。アクションだけでなく、心に残るメッセージがある映画なんだね。まさにそうだぜ。バックドラフトは、火災を通して人間ドラマを描き、観客に感動を与える映画だよ。第5位、ダンス、ウィズ、ウルブズ。ダンス・ウィズ・ウルブズは1990年に公開された西部劇映画で、ケビン・コスナーが主演と監督を務めた作品だ。南北戦争後のアメリカ西部が舞台で、ジョン・ダンバー中尉が主人公だぜ。
ジョン・ダンバー注意？彼がどんなキャラクターなの？ジョン・ダンバーは、南北戦争で負傷したため、前線から外れて辺境のセッチウィック砦に送られるんだ。彼はそこで孤独な生活を送りながらも、次第に先住民である数族と関わりを持つことになるんだよ。孤独な生活を送る中で、数族とどうやって関わるようになるの？最初は全くの無知だったジョンだが、先住民の数族と触れ合うことで、彼らの文化や価値観に共感し、信頼関係を築いていくんだ。彼は次第に数族と心を通わせ、特に数族の戦士である踊る狼と親しくなるんだ。それって、戦争の傷を癒すようなものだね。戦争で負った心の傷が、数族との関わりで治癒していく感じ？その通り、ジョンは最初、軍人としての使命感からその地に赴いたけど、そこで新たに自分の居場所を見つけるんだ。彼の心の成長や、人間としての絆の形成が映画全体を通して描かれているんだよ。ジョンが数族との関係を築いていくことが映画の核になるんだね。でも、その中での衝突や困難もあるんじゃない？もちろん、数族との関わりが深まる一方で、アメリカ政府や他の軍隊との対立も描かれているんだ。ジョンは軍人としての使命感と先住民としての新しい価値観の間で葛藤し、最終的にどちらを選ぶかという大きな選択を迫られることになるんだ。ああ、そういう葛藤が映画の重要なテーマなんだね。どんな決断をするのか気になるな。その決断こそが、この映画の感動的なクライマックスを作り出すんだ。ジョンがどんな選択をするのか、またその選択がどのように数族や自分自身に影響を与えるのかが、映画を見る上での大きなポイントだぜ。結局、ジョンはどんな選択をするの？その部分は映画を見て確かめてほしいけど、ジョンが最後に下ろす決断は、彼の心の成長と、先住民への尊敬が込められたものだよ。西部開拓時代の厳しい現実と向き合わせながらも、共生の可能性を信じるようになるんだ。なるほど。すごく深い話だね。単なる西部劇じゃなくて、人間ドラマや文化交流が描かれているんだ。まさにその通りだ。ダンスウィズ・ウルブズは、ただのアクションや西部劇にとどまらず、深い人間ドラマと、異文化理解の大切さを教えてくれる映画なんだ。映画を通して、文化や価値観の違いを超えて、共に生きる道を見つけるっていうメッセージがすごく響くね。そうだな。感動的でありながらも、強いメッセージ性を持った映画だから、今でも多くの人々に愛され続けているんだ。第4位、羊たちの沈黙。羊たちの沈黙は、1991年公開のサイコスリラー映画で、主演はジョディ・フォスターとアンソニー・ホプキンスだ。映画は、若き FBI 捜査官クラリス・スターリングと、彼女が精神病院に収容されている連続殺人犯ハンニバル・レクター博士との異常な関係を描いているんだ。レクター博士って、あの有名な食人鬼だよね？すごく怖いキャラクターだと思うけど、どんな関係があるの？レクター博士は、その知能と恐ろしい人間性で恐れられている連続殺人犯だ。クラリスは FBI の訓練生として、彼の助けを求めて接触するんだ。目的は、別の連続殺人犯を追い詰めるための手がかりを得ること。でも、レクターはただ助けるわけじゃなく、クラリスに心理的にプレッシャーをかけてくるんだ。レクター博士がクラリスに与える心理的なプレッシャーってどんな感じ？レクターはただの悪党じゃなくて、非常に知的で冷徹な人物なんだ。彼はクラリスの過去や内面を深く掘り下げ、彼女の隠された恐怖や弱さを引き出そうとするんだ。クラリスはその過程で自分の過去と向き合いながら、レクターとの奇妙な関係を築いていくんだよ。それって、すごく不気味で怖い感じがするね。でも、どうしてレクターはそんなにクラリスに興味を持つの？レクターがクラリスに興味を持つのは、彼女がまだ未熟で純粋だからだ。彼は人々の弱点を鋭く見抜くことができるが、クラリスにはその独特の誠実さや不安があって、彼女を心理的に操ろうとするんだ。そして、その過程でクラリスは自分自身を見つめ直すことになるんだよ。それにしても、レクターの役を演じたアンソニー・ホプキンスの演技は本当に圧巻だよね。ホプキンスの演技はまさに名演技だ。
彼はレクター博士を単なる悪役ではなく、魅力的で計算高い人物として演じ切った。彼の目線や言葉、静かな威圧感が、観客を映画に引き込んで離さないんだ。あの魅力や冷徹さが、映画全体にすごい緊張感を与えているんだろうね。ところで、映画の終わり方はどうだったの？映画のラストは非常に印象的だ。レクターは脱獄し、クラリスと直接対決するわけではないけれど、その後のレクターの行動がまた映画のテーマを深く響かせるんだ。彼がどんな動きをするのか、観客は最後まで目を離せないんだよ。それって、観客に余韻を残すようなラストなんだね。レクターが最後にどんな結末を迎えるのか、気になるなぁ。ラストシーンは本当に衝撃的で、すごく考えさせられるんだ。レクターの行動が示すものや、クラリスの成長が描かれ、映画全体のテーマが見事に締めくくられるんだよ。この映画はただのサスペンスじゃなくて、心理戦と人間ドラマの要素が強いんだね。その通り、羊たちの沈黙は、サスペンス映画としてだけでなく、深い人間ドラマが描かれているからこそ、多くの人に記憶に残る名作になったんだ。第3位、レナードの朝。レナードの朝は1990年に公開されたドラマ映画で、監督はペニー・マーシャル、ロビン・ウィリアムズとロバート・デ・ニーロが主演していて、非常に心に残る物語が描かれているんだ。ロビン・ウィリアムズとロバート・デ・ニーロって、すごい俳優たちが共演しているんだね。どんな話だったの？映画は、1980年代に実際にあったある研究を元にしたストーリーだ。ロバート・デ・ニーロ演じるレナード・ローは、1980年代のある病院で昏睡状態の患者として目を覚ます。その後、医師として登場するのがロビン・ウィリアムズ演じるサイモン・オークランド博士なんだ。レナードは昏睡状態だったんだね。それって、どういう状況だったの？レナードは、小さい頃から重い病気にかかり、成人になる前に昏睡状態に陥ってしまった。ところが、ある時、サイモン博士が試みた新しい治療法によって、奇跡的に目を覚ますんだ。でも、目を覚ましたレナードは、社会との関わりをほとんど持っていないため、彼の精神は大きなショックを受けてしまうんだ。昏睡から目覚めたレナードが、社会に適応しようとするのはすごく大変だろうね。でも、その中で博士とどんな関係が生まれていくの？サイモン博士は、レナードの治療を続けるだけでなく、彼が社会に適応するための支援もしていくんだ。しかし、レナードは心の中で多くの葛藤を抱えていて、博士との関係は単なる治療者と患者の関係にとどまらず、深い友情に発展していくんだ。その友情が映画のキーになっているんだね。でも、レナードが覚醒してからの生活はどうだったの？レナードが目を覚ました後は、彼が生活の中で直面する困難や心の葛藤が描かれるんだ。最初は簡単に新しい環境に馴染めるわけではなく、周囲との関係に苦しんだり、過去の記憶や感情に振り回されたりするんだ。でも、次第に周りの人々と交流し、少しずつ自分の人生を取り戻していくんだよ。それって、すごく勇気が必要だし、見ている側も感動しそうだね。そうだな。レナードの朝は、ただの感動映画ではなく、人間の成長や再生の力を描いているんだ。レナードの目覚めが、彼自身だけでなく、周囲の人々にも大きな影響を与え、最終的には希望や愛が繋がっていくんだよ。それは本当に感動的な話だね。レナードがどんな風に成長していくのか、見ていると胸が熱くなりそう。この映画の魅力は、心に残る深いメッセージにあるんだ。レナードがどんな困難に直面しながらも、それを乗り越えていく姿は、誰にでも共感できる部分があると思うよ。ロビン・ウィリアムズの演技もすごく心に響きそうだね。映画を通して人間の強さや、愛の力を感じられるんだね。その通り、レナードの朝はただの医療ドラマではなく、人間の尊厳や希望を深く掘り下げた作品だから、心に残ること間違いなしだよ。第2位、ニキータ。ニキータは1990年に公開されたフランスのアクション映画で、リュック・ベッソン監督の代表作の一つだ。主演はアンヌ・パリローが演じるニキータ。
彼女の人生が一転するシリアスでスリリングなストーリーが描かれているんだ。ニキータって、どんな人物だったの？ニキータは、若い頃に薬物中毒者で犯罪を犯し、警察に捕まった女性なんだ。でも、映画の初めでは、彼女はその後の人生を変えることになる重大な選択を迫られることになる。警察に捕まってからどんな展開になるの？ニキータは、犯罪者としての過去を引きずりながら、実は政府の秘密組織によってスパイとして再教育されるんだ。彼女は死刑を免れる代わりに、スパイとして働くことを強いられる。スパイとして働くって、まさに運命を変えるような出来事だね。その通り、ニキータは、命令を受けて様々な任務をこなしながら、冷徹な殺し屋としてのスキルを学んでいくんだ。彼女が抱える葛藤や、自己のアイデンティティに対する悩みが大きなテーマになっているんだよ。任務をこなしていく中で、彼女はどんな変化をしていくの？映画の中で、ニキータは冷徹なスパイとしての自分と、普通の女性としての感情がぶつかる瞬間が描かれるんだ。彼女は次第に人間らしさを取り戻し、暴力と冷徹さの世界に対する疑念を抱き始める。その内面の葛藤が映画の魅力になっているんだね。ニキータがその状況をどう乗り越えるのかが気になる。そうだね。そして、この映画の最大の魅力は、ニキータがスパイとしての冷徹な一面だけでなく、普通の女性としての感情や愛情を持ち続けるところなんだ。特に、彼女が愛する人と出会い、その人との関係が彼女にとっての新たな希望となるんだ。あ、そうなんだ。それなら、彼女がどんな選択をするのか、ものすごく気になるね。映画のラストでは、ニキータの選択が大きな転機を迎えるんだ。冷徹なスパイとして生きるのか、それとも愛する人との平穏な生活を選ぶのか、その決断が、彼女の人生を大きく変えるんだよ。冷徹なスパイから、普通の女性としての心を取り戻す過程が描かれているんだね。すごく人間的な話だな。そうだね。この映画はアクション映画でありながら、ヒューマンドラマの側面もしっかり描かれているんだ。ニキータの成長や、彼女が抱える複雑な感情がリアルに感じられるからこそ、多くの人が共感できるんだよ。私も見たくなってきた。スパイアクションとしてだけでなく、ニキータの心の葛藤に注目してみるともっと面白そうだね。まさにその通り。ニキータはアクションやスリルの要素だけでなく、深い人間ドラマが描かれているから、一度見たら忘れられない映画になるよ。第1、ターミネーター2。ターミネーター2は1991年公開の SF アクション映画で、ジェームズ・キャメロン監督の代表作の一つだ。シュワルツェネッガーが再びターミネーターを演じるこの映画は、アクション映画の金字塔として今もなお愛され続けているんだ。シュワちゃんが演じるターミネーター。最初は敵だったけど、今度は味方になって登場するんだよね。その通り。前作、ターミネーターではシュワちゃん演じるサイボーグがサラ・コナーを追い詰めていたけど、今回は正反対に、サラの息子ジョン・コナーを守るために登場するんだ。彼が守るべきジョンは、未来の人類の希望を担うリーダーなんだよ。未来の人類のリーダーを守るために、ターミネーターが味方になったんだ。そうなんだ。サラ・コナーも、ジョンを守るために必死になって戦っている。今回は新たに、T 線という液体金属でできたターミネーターがジョンを狙って送り込まれてくるんだ。この T 線の登場で、映画のスリルとアクションはさらにスケールアップしているんだよ。液体金属ってすごい。T 線って、変形したりするんだよね。その通り、T 線は、形を自由に変えることができるから、ほとんど無敵に近いんだ。銃で撃たれても形を変えて再生するし、サラやジョンがどんなに逃げても、すぐに追いついてくる。それがまた恐ろしさを増しているんだよ。それって、映画の中で見るとかなり迫力があって、恐怖感を感じるね。まさにその通り。ターミネーター2の魅力は、迫力のあるアクションと、登場人物の成長と絆にもあるんだ。特に、シュワちゃん演じるターミネーターがジョンを守るうちに、まるで父親のような存在になっていくところが感動的なんだ。シュワちゃんがまるで父親のように感じるシーンがあるんだ。それって、まさに予想外だね。そうだよ。
最初は無表情で冷徹なサイボーグだったターミネーターが、ジョンと心を通わせることで、機械に人間らしい感情が芽生えていくんだ。特にターミネーターが涙を流すジョンの姿を見て、人間がなぜ泣くのかわかった。俺には涙は流せないがと言って初めて人間の感情を理解するシーンは、思わず感動してしまうんだ。それって、機械なのに心が通じ合う瞬間なんだね。じゃあ、映画のラストはどうなるの？ラストは、ターミネーターがジョンを守るために自らを犠牲にするというシーンで、映画全体のテーマである自己犠牲と人間性が強く描かれるんだ。ジョンは、サラのリーダーとしての役目を引き継ぐことを決意し、未来への希望をつなげるんだよ。それって、すごく感動的な結末だね。ただのアクション映画にとどまらず、深いメッセージが込められているんだ。その通り、ターミネーター2は、アクション、サスペンス、そして感動の要素を見事に融合させた作品だ。未来に対する希望や、命の大切さを感じさせてくれる映画だからこそ、今でも語り継がれているんだよ。本当に見たくなった。未来のために戦う、心温まる物語が詰まってるんだね。絶対に見るべき映画だよ。アクション映画が好きな人も、感動的なストーリーを求める人にもぴったりだよ。総評またはまとめ。今回は1991年に公開された名作映画ベスト10を紹介してきたけど、どの映画も本当に印象的だったね。そうだな。1991年は映画界にとっても特別な年だった。ターミネーター2やニキータのようなアクション映画から、思い出ポロポロのような心温まるアニメ映画まで、様々なジャンルがあって、どれも個性豊かだったぜ。確かに、映画ごとに描かれるテーマやメッセージも違っていて、見終わった後に思わず考えさせられるような作品が多かったな。映画がただのエンターテインメントで終わらず、見る人に深い感情や問いかけを投げかけてくるところが素晴らしいんだよな。ターミネーター2のような革新的なアクション映画でも、人間の成長や運命を描いているし、ニキータはスパイとしての冷徹さと普通の人間としての感情の葛藤を描いている。本当にそうだね。どの映画も単なる娯楽にとどまらず、深いメッセージがあって心に残る作品ばかりだった。これらの映画を通して、1991年の映画業界がどれだけ進化し、視覚的にも感情的にも新しい地平を開いたかがよくわかるな。改めて映画ってすごいなって感じるよね。どれも見てみたくなったし、見終わった後もずっと心に残りそう。そうだな。今回はベスト10を紹介したけど、どの映画も見る価値がある作品だぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。